こんにちは、ヘビヤです。ボール Python を専門で扱っているデューレプタイルズと言います。今日はですね、ボール Python の床材にどんなものを使えばいいのか、またうちでは使っているのかというのをご紹介したいと思います。まず最初、うちで使っている床材ですが、結構これ季節によって変わったりもするんですけど、今はですね、ほとんどの生態のタブにこういうヤシ殻を使っています。こういう感じですね。ヤシ殻のメリットはですね、表面積がかなり大きく広くなるので、凹凸があって広くなるので、温度とか湿度を維持しやすいというメリットがあります。冬場なんかは乾燥しやすいので、表面積が多い分、いろんなところに水分とか水蒸気とか湿気が付着して、このタブの中を、ボール Python の部屋の中を、快適な、ボール Python にとって快適な湿度を保ってくれるという面があります。またホットスポットっていうですね、部分的にあったかい場所を作っているんですけど、そこが例えば暑くなりすぎた時とかに、直接熱源に触れないというメリットもあって、うちでは今ヤシ殻を使うことが多いですね。もう一つのメリットとしては、部分的な交換がしやすいということです。例えばここに糞があったとして、総メンテの紐、1週間に1回あって、その時は全部捨てて、入れ替えるんですけど、そうではない時にはそこを取ってまた別のを継ぎ足してあげるという使い方もできます。ヤシ殻の他にこういう他のですね、木材のチップなんかもありまして、これも同じような使い方ができます。でチップは針葉樹と広葉樹っていうのがあるんですけど、木には針葉樹の方はですね、刺激が強い、匂いが強い、防虫効果が強いというメリットがあります。なので、ダニとかがボール Python についてしまう、またお迎えされた時についていたということがあるかと思うんですけど、そういう虫が湧きにくいというメリットがこういうチップの針葉樹の場合はあります。ただ一方で刺激が強すぎる、生体の肌にはちょっと刺激が強すぎるという意見もありますが、これを使って問題になっているというところを見たことはあんまりないので、大丈夫かなと思いますけど、心配な方は広葉樹の方を使うともっとまろやかな低刺激の材料になりますので、生体にとってはいいんじゃないかなと思います。こういうのもですね、部分的に交換をしたりとか、あとはこのチップに関して言えばですけど、例えばボール Python の尿ですね、おしっこをしたところがもう色が変わって一目瞭然で分かったりするので、そういうのが分かりやすかったりします。こっちだと尿の方はですね、あんまり色が変わらないので分かりにくかったりします。あとは日本ですごく一般的なのはこういうペットシーツじゃないかなと思います。ペットシーツは吸水性にすごく優れていて、全体がビチャビチャにならないので、ボール Python の体が冷えにくいということがあります。一方でなんていうか、冬場なんかはボール Python の部屋の中、タブの中、ケージの中の湿気とか水蒸気とかっていうのも吸ってしまうので、乾燥しがちな時もあるかなと思います。ちょっとボール Python が乾燥しがちかな、脱皮不全でちょっとパリパリしちゃったかなとか、脱皮前かなっていう場合は、こういうですね、ペットシーツの下に濡れた新聞紙なんかを引いてあげるっていうテクニックもあったりします。でも、やっぱり一番ボール Python のケージの中をクリーンに保ちやすいというメリットは、やっぱりペットシーツは大きいかなと思います。糞なんかすると、またおしっこなんかすると、もうどんどん染みて広がって、色が変わっていくので、もう今替え時だと。でこういうのと違って、こっちのと違って全体を変えるので、タブの中が、ケージの中が一番クリーンに保てるというメリットがあります。これが10匹あるいは20匹30匹40匹、うちみたいに何百匹もいると部分的に変えられた方が結果総合的にクリーンな環境を保ちやすいというのがあるんですけれども、5匹とか自分の管理がすごくすぐに全てに完璧に手が届くような環境の場合は、ペットシーツの方が使い勝手がいいということがあるかもしれません。また他にも多いのはですね、こういう新聞紙を使うこともあります。新聞紙の最大のメリットは、安い以上に安全ということですね。新聞紙は紙もインクも植物性でできているんですね。なのでないとは思うんですけど、仮にボール Python がこれを食べてしまってお腹の中に入ってしまったとしても、植物性なので害を受けないで排出されるというメリットがあります。そして安いというのもメリットの一つですね。ただそれはご自宅で新聞を取っておられる方は、再利用できて安いという意味ですけれども、
よく言われるのはそのインクがですねこう滲んでお腹に移ってしまうんじゃないか、お腹になんかこうなんですかね、日本発狂大会クラスみたいなインクがこう移ってしまうんじゃないかという意見もありますけども、うちで言えば、例えばその白蛇に関してでもインクが移ってしまった、色がついてしまったっていうことはとりあえずはないですね。ただ理論的にはそういうこともあるかなと思うので、ちょっとこう様子を見ながら心配だなという方や、色の明るい白いボールパイソンなんかお買いの方、生体をお買いの方は、様子を見ながら使われるといいんじゃないかなと思います。では世界ではどれが最も使われているのかというと、圧倒的にこういうものをですね、チップ型が使われています。アメリカとかドイツとか、その海外の動画とか飼育施設、使用施設、ブリード施設の映像や写真なんかを見てももう圧倒的にこっちですね。それは彼らは本当にたくさんの生態を保有して飼っているので、総合的にこれが一番クリーンなんじゃないかという判断をしているんだと思いますけれども、こっちを使うことが多いです。なのでうちでもこれを最近は使うことが多いんですけども、一つこう注意しなきゃいけないこととしてはですね、糞が隠れやすい、こう裏に隠れやすいので、そういうのは匂いとか目とかでよくチェックしてあげるってことはすごく大事になるかなと思います。あとはですね、ダニが仮に発生してしまった時は、こういうものに比べてこっちの方がですね、特にヤシ殻なんかはダニが一度発生してしまうと爆発的に増えていくということがありますので、その湿度を保ちやすい、温度を保ちやすいというのはダニについてもダニに対しても快適な環境を提供しているということになるわけですね。なのでダニが出た場合は一回ヤシ殻の使用はやめて、こういうものに変えてクリーンな環境に戻してあげて、ダニを根絶してからもう一度こっちに戻すということをする必要があると思います。でダニはその最初の1匹さえ入れなければそこから増えていくということはないので、0を1にしないというのがすごく大事です。うちでもその海外から輸入した時とか新しいブリーダーとの付き合いが始まった時っていうのはかなりもう最初の1匹が入るとそこから手がつけられなくなってしまうので、かなり気をつけて、やっています。それはこういうヤシ殻だとダニなんかの繁殖を止めることができないというデメリットがあるので、そういうのを入れない注意をする必要はあります。ダニが出ちゃったらどうすればいいのかみたいなのはまた別の動画でお話ししたいと思いますけれども、今日はですね、ボールパイソンの床材ってどういうものがあるのか、またどういうのを使えばいいのか、うちではどういうものを使っているのかというのをご紹介しました。チャンネル登録よろしくお願いします。